XXXG00W0 ウィングガンダム0。ウィングガンダム0は1995年に放送されたテレビアニメ新機動戦記ガンダムウィングにおいてウィングガンダムに次ぐ番組後半の主役機です。作中の年代であるアフターコロニー史上初のガンダムタイプモビルスーツで、後に5人の科学者たちが開発した5機のガンダムの原型機でもあります。勝利するために必要な行動をパイロットの脳に直接伝達するゼロシステムを搭載していて、機体の性能も相まって圧倒的な強さを誇ります。作中では本機を完成させたカトルラバーガウィナーを筆頭に様々な主要人物たちによって乗り継がれた末に主人公ヒーローユイの登場機となり、エピオンとの死闘を繰り広げました。その後 OVA 新機動戦記ガンダムウィングエンドレスワルツではデザインが一新され、マリーメイヤの暴走を食い止めるべく戦いを繰り広げます。さらに後年小説フローズンティアドロップや漫画敗者たちの栄光ではプロトゼロと呼ばれるテレビ版ウィングゼロのデザインに似た機体が登場するなど、多数の派生機体が登場しています。今回はそんな時代を超えて変化し続ける機体ウィングゼロについて解説させていただきます。ゼロは全てのガンダムの元になっている機体だ。まずウィングゼロはメディアごとに様々な姿が設定されています。最初に登場したテレビアニメ版新機動戦記ガンダムウィングのウィングゼロは大河原邦義によってデザインされました。そして次に発売された OVA エンドレスワルツではガトキハジメ氏によって新たにデザインされました。エンドレスワルツは機体デザインが一新されているものの、あくまでテレビ本編の世界の1年後を描いた物語という設定になります。当時のガンプラなどではウィングガンダムゼロカスタムと呼称されていましたが、リファインされてはいるものの物語上は同一の機体ということから、カスタム名称では改良機との誤解を招くということで、徐々にウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版という名称表記へ移行されていきました。そしてその後エンドレスワルツに基づいてテレビ版の物語を描いた漫画敗者たちの栄光とテレビ版の前日談及びエンドレスワルツの後日談にあたる新たな物語を描いた小説フローズンティアドロップが展開されますが、ここで新たにウィングガンダムプロトゼロが登場し、ウィングゼロの開発経緯はより深く掘り下げられていくことになります。さらにフローズンティアドロップでは新たな主人公機としてプロトゼロをベースとしたスノーホワイトも登場しました。そんなウィングゼロの開発経緯として、まずアフターコロニー195年のテレビ本編の物語から15年前のアフターコロニー180年にアフターコロニー史上初の戦闘用モビルスーツトールギスを完成させた6人の博士のうち、マイク・ハワードを除いた5人はトールギスを超える次なるモビルスーツとしてコストと実用性を度外視して高性能のみを追求した機体の設計に取り組みました。これがウィングゼロとなります。なおウィキペディアではウィングゼロ開発は6人の科学者たちとされていますが、実際に HGAC 版ガンプラの説明書や書籍モビルスーツエンサイクロペディアなどを確認すると5人とされているため、ハワードはウィングゼロ開発に携わっていないという解釈が正しいと思われます。ウィングゼロは新素材ガンダニウム合金を装甲や構造材に採用することで圧倒的な耐衝撃性と耐熱性を獲得した初のモビルスーツとして設計されたアフターコロニー史上最初のガンダムであり、後の5機のガンダムの原型機にもなりました。しかしウィングゼロに搭載されたゼロシステムは戦況を把握して最適解を導き出すという優れた操縦インターフェースである反面、導き出す最適解はパイロットのことを考慮していないので、パイロットに深刻なダメージを与えるという問題がありました。さらに本機の破壊係数が異常に高かったこともあって、博士たちは実機を製造することなく開発を中止して設計データを封印しました。また博士たちは本機の開発前後にオズを出本しています。なお開発製造の段階や博士たちの出本の時期は資料によって前後しており、書籍新機動戦記ガンダムウィングモビルスーツエンサイクロペディアでは完成直前で機体を放棄してオズを出本したとされていますが、 HGAC ウィングガンダムゼロの説明書ではそもそも本機の開発自体がオズ出本後のもので、開発の中断には破壊係数への恐怖だけでなく、その時点で必要なスペックのパーツが調達不能だったことも理由に挙げられています。その後本編内で博士たちがそれぞれ持っていた本機の草案のうち、H 教授が持っていた設計図をカトルが手に入れて実機を作り上げました。
宇宙は狂ってしまったんだ。だから僕は全てを破壊する。ウィングゼロの特徴として、ガンダニウム合金の採用により防御力が向上したことに加えて、武器の強化や新機構の搭載も実現しています。そのためネオガード形態へ変形することにより、トールギスを上回るほどの加速性能での一撃離脱戦闘や地上宇宙を問わない高速長距離移動を可能にしています。武装も非常に強力なものを多数装備しています。まずツインバスターライフルはウィングガンダムのカートリッジ式のバスターライフルとは異なり、本体から直接エネルギーを供給しているので、エネルギーが続く限り連発することが可能です。2機のライフルを分離合体させるというもので、連結時にはコロニーを一撃で破壊するほどの威力を持ち、分離時でもたやすくモビルスーツを消滅させられる威力を誇ります。劇中でカットルが登場した際に、分離して360度回転しながら照射する姿が印象的な兵装で、ゲームではローリングツインバスターライフルとも呼ばれます。剣部にはマシンキャノンが内蔵されています。利用クラスであればこれだけで撃破可能な威力を持ちます。なおマシンキャノンの展開方式としては、肩のカバーが1回転して砲身が露出する方法と、上に開く方法の2パターンが存在します。設定画を見る限りは回転方式が正しいように見えますが、回転方式をガンプラで再現しようとすると、肩関節の可動範囲を制限する必要が出てしまうからか、回転方式が再現されているのはアニメ放送当時に発売された60分の1版と2021年に発売されたメタルロボット魂版の2種類のみになっています。プロトゼロやエンドレスワルツ版はカバーを上に開く方式になっていますが、もしかするとガンプラのギミック再現の難しさを考慮して回転機構が不採用になったのかもしれません。ただ個人的には回転方式が一押しだったりします。ビームサーベルは剣部に格納されていて、形状こそ一般的なサーベルですが、作中ではエピオンのビームソードに匹敵するパワーを見せつけています。ウィングシールドには先端部に伸縮機能があります。劇中ではカットルがこれを用いてビルを砕くのに使用していました。また両端にはウィングバルカンが2門搭載されていて、ネオガード形態で使用されます。印象の薄い武装ですが、一部ゲームではプレイヤーにトラウマを残すほど凶悪な性能をしていることもあります。劇中では H 教授の残した設計図とゼロシステムのインターフェースを発見したカトルは、父を死に追いやったコロニーの人々や宇宙に存在する武器や戦争を憎悪し、ウィナー家の資産を投じて本機の製造を行いました。しかしゼロシステムによりカトルは暴走してコロニーを破壊。ヒーロとトロワが狩るメリクリウスとバイエイトとの戦いの後、オズに回収されました。そしてオズがヒーローを実験台としてゼロシステムの試験を行いますが、ヒーローも暴走。さらにデュオがモビルドール相手の戦闘試験を強制されます。その後オズの技術士官トラント・クラークが自分で操縦してゼロの破壊を命じられたオズ部隊を殲滅し、そのままデュオのデスサイズヘルと交戦しますが、トラントは暴走して敗北しました。ウィングゼロはそのままオズによって爆破される予定でしたが、ゼクスの襲撃を受けます。ここでゼクスが大破したトールギスを放棄してゼロを強奪。そして降下したサンクキングダムではエピオンで暴走するヒーロと交戦。ゼロとエピオンはシステムの相互干渉によって強制停止に陥りました。その後2人は互いの機体を交換し、これ以降ゼロは主にヒーロの上機となりますが、ウーフェイが本機に登場した際にはゼロシステムの体験によってガンダムチームへの合流を決めたり、トロワが登場した際にはゼロシステムによって記憶が戻ったりと重要な役割を果たしています。最終決戦ではヒーロはゼクスのエピオンとの激闘に勝利。そして地球へ落下するリーブラの破片をツインバスターライフルで破壊することに成功しました。強者などどこにもいない。人類全てが弱者なんだ。次に OVA 版で初登場したウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版についてです。兵器的なテレビ版のデザインから一転、有機的なデザインになりました。もともとはテレビ版ウィングゼロと同一の機体という位置づけの機体ではあるものの、ゼロフレームと呼ばれるモビルスーツの最もソリッドな状態を目指して5人の博士が設計した単体でトールギスに匹敵する機能を持つフレーム構造とされています。これにより短時間であればフレームのみでの稼働も可能なほどで、
全装甲の 90% を喪失しても戦闘を継続できるほど頑健な機体に仕上がっています。劇中ではアルトロン戦と大気圏突入を経て著しく損傷してすら稼働していました。本機背部の巨大なウィングユニットは自在に開閉移動が可能な主翼2枚とバーニャを内装する副翼2枚で構成されています。宇宙空間では質量移動による機動装備として機能し、大気圏内では空力的にも文字通りの翼として機能することでトールギスをしのぐ大勢力と機動性運動性を発揮します。また大気圏突入時は主翼を機体正面に展開した大気圏突入形態を取ることで摩擦熱から機体を保護します。なお主翼は羽のように柔軟に稼働しますが、 OVA 内では一瞬だけ内蔵されたスラッターが描写されるシーンが存在します。ただガンプラでこのスラスターが再現されたことはなく、設定画を見てもとてもスラスターが内蔵されるほどの厚みは感じられません。ガンダムウィングには突っ込みどころがあるシーンが多々存在するので深く考えてはいけなさそうです。また翼はフラクタルフェザーレイヤーストラクチャーと呼ばれるナノサイズで制御されたガンダニウム合金製パーツの集合体となっていて、放熱衝撃発生時に部材を羽毛のように剥離させて基礎構造を再構成する機能を持つため、羽のように部材が舞い落ちる現象が生じます。武装はテレビ版と同じくツインバスターライフル、副翼機部に搭載されたビームサーベル、剣部マシンキャノンを持ちます。 OVA の作中では太陽圏に送り出されたウィングゼロは惑星間航行用ブースターを装着した状態でヒーロの元に送り届けられます。そしてウィングゼロを受け取ったヒーロは地球へ向かう中でナタクと交戦。その後ブリュッセル大統領府へ向かい、バスターライフル3連射で大統領府のシェルターを破壊してマリーメイヤ軍を止めることに成功しますが、機体は限界を超えて大破しました。俺はもう誰も殺さない。殺さなくて済む。こうして OVA 版でその役目を終えたウィングゼロですが、敗者たちの栄光やフローズンティアドロップでは新たにウィングガンダムプロトゼロが設定されました。本機はテレビ版ウィングゼロと比べるとスラスターユニット内に副翼が追加されるなどの細かな違いはあるものの、基本的な形状はテレビ版と大差ありません。しかし開発経緯が異なっています。プロトゼロには机上の存在である試作0号機と実際に建造された12号機が存在します。最初に5人の開発者が設計したウィングゼロはプロトゼロ試作0号機、ドクター J ことジェイヌルが建造した機体が1号機、カトルが H 教授のデータをもとに製造した機体が2号機となります。1号機については J はスノーホワイトと G ベンツバークと呼んでいて、テレビ本編の約5年前となるアフターコロニー1900年頃にヒーロのジップであるアビンロウやヒーロのクローンであるアルファが登場しています。その後カトルの父ザイードによって解体されましたが、マーズセンチュリーになってプリベンターが回収し、カトル改め W 教授によってスノーホワイトにリビルドされました。2号機はカトルが建造した後、基本的にはテレビ版と同じ流れで物語が進行しますが、トラントの暴走をデュオが阻止した際にプロトゼロは大破します。そこへトールギス・フリューゲル・オカルゼクスとハワードが現れてプロトゼロを回収。ハワードがプロトゼロを修理しようとしているとゼロシステムが起動し、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版のデザインになりました。このデザインはゼロシステムが導き出したものなのかハワードのアイデアなのかは定かではありませんが、ウィングガンダムエンドレスワルツ版の形状の本体にトールギス・フリューゲルのウィングバインダーのデータを最適化した改良型が搭載されていることから、ハワードがゼロシステムの導き出した提案を取り入れて回収したと思われます。作中ではゼクスはさらなる強さを求めてトールギス・フリューゲルを封印してウィングゼロに登場しますが、テレビ版と同じくサンクキングダムでヒーロのエピオンと交換し、ヒーロがウィングゼロで戦っていくことになりました。ここからの流れもテレビ版と基本的には同じですが、終盤戦では2つの追加武装が登場しています。1つ目はテレビ版に準拠したウィングシールドです。これによってネオバード形態が再現されました。主翼を機体正面に閉じた大気圏外モードと主翼を左右に展開した大気圏内モードが存在します。2つ目はメッサーツワークです。本来はプロトゼロのために開発された装備で、単体でビームライフルとして使用可能なほか、
ツインバスターライフルの重心に3機を装着したドライツバークバスターやシールドの強化ユニットとしても機能します。最終決戦では6機を同時装着したドライツバークバスタードッペルト形態を用いることでリーブラを破壊しています。俺は死なない。次にスノーホワイトについてです。火星での戦いに向けてプロトゼロ1号機がリビルドされた本機はフローズンティアドロップの主役機として活躍しました。火星の強力な磁気嵐の影響を防ぎ、ステルス性能を付与するナノディフェンサーマントを装備しているため、デザインの全貌は不明ですが、作中ではプロトゼロ1号機に酷似していたと表現されており、フローズンティアドロップ第12巻の表紙ではデザインの一部を見ることができます。機体を動かすソフトウェアは W 教授がマーズセンチュリー歴で6年、アフターコロニー歴換算で12年の歳月をかけて開発したもので、プロトゼロから継続してゼロシステムも搭載されていますが、ウィングゼロやエピオンと異なり、意図的にオンオフ可能なものとなっています。バスターライフルはカートリッジ装填式の新型になっており、オプション装備として7色に割り当てられた特殊弾頭を発射するクロスボウのような銃器 G ベンツバークを用います。ロート、ブラフ、シュバルツ、バイス、グリユーン、ジルバー、ゴルドの7つの特性を持った攻撃が可能です。作中ではヒーロと W 教授が登場しており、最終決戦ではヒーロがゴルドを用いてエピオン初号機とバベルを機能停止に追い込み、戦いを終わらせました。なお、フローズンティアドロップではマリーメイヤの反乱で大破したウィングゼロを回収した黒い翼を持つウィングゼロが登場します。作中ではバンク・シュリナーダが遠隔操作で操縦し、フェンギルと戦いますが、最終的にカトリーヌがウィングゼロのコックピットに入って自爆スイッチを押すことに成功し、ウィングゼロは自爆しました。スノーホワイトはその全体像が未だ明かされていない機体ですが、フローズンティアドロップ連載終了後、単行本12巻の表紙で明らかになったスノーホワイトのデザインをもとに、ガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットでは新たにウィングガンダムスノーホワイトプレビュードが設定されました。公式解説上はフローズンティアドロップよりヒーロが登場する幻の機体とされているので、一見スノーホワイトの全体像のように思えるものの、同時にこれはプレビュードに過ぎないとも描かれているため、スノーホワイトの全体像と見ていいのか、それともスノーホワイトのプロトタイプなのか、この機体の立ち位置ははっきりしていません。腰部に計6枚の羽で構成されたセラフィムユニットを装備していて、そこにメッサーツバークの発展型と推測されるノイエツバークを計6機装備しています。防御形態モードロンドと攻撃形態モードアンセムが存在し、火力と防御力が向上しています。以上のようにウィングゼロはもともとはテレビ版と対となるエンドレスワルツ版の2種類だったはずが、もしエンドレスワルツ版デザインのガンダムをベースにテレビ版が描かれていたらという形でアーリータイプのデザインが描かれ、さらに敗者たちの栄光やフローズンティアドロップが出たことで設定が変異していき、現在では多数のウィングゼロが見られるようになりました。他にも漫画新機動戦機ガンダムウィングティエルの衝動ではゼロシステム試験機とされるガンダムルシフェルや一般併用簡易生産機とされるウィングガンダムセラフィムが登場。スマホゲームスーパーロボット対戦 DD ではコードギアス反逆のルルーシュとのコラボ機体としてウィングガンダムゼロリベリオンが登場するなど、多くの作品で派生機が登場しています。余談ですが、ウィングゼロは設定の変異に加えて立体化の際にはオリジナルアレンジがたびたび追加されています。ガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットウィングガンダムゼロではゼロシステムを起動すると機体各部の装甲が展開して強制排熱を行うゼロモードが追加されていたり、ハイレゾリューションモデルでは翼が4枚のエンドレスワルツ版がアレンジされて翼が6枚になっていたりします。人気機体がゆえの宿命というべきか、今後も立体化の際にはまた新たな設定が追加されるのではないでしょうか。次は2025年がガンダムウィング30周年ということで新企画の展開が予定されています。新たなゼロが出てくるかもしれません。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。